こんにちは。パート21、始まりました。今回は、エンジンかけたいよねということで、指導に必要な残り、をやっていきます。ゴールデンウィーク中、長旅に出たこともあって、生活ルーティンが変わってしまい、なかなか更新できていませんでしたが、ぼちぼち完成目指してやっていきます。趣味に関しては、気が向いた時に、気が向いただけやる。が、一番クオリティを保てるかな、と思っていますゆえ。今後も、集中できる時に進める、という感じになるかと思います。それでは作業に移ります。エンジン始動を目指すにあたって、まずこれ、パート18で紹介していたものですが、マフラーフランジを止める、スタッドボルトマウント、が欠損しています。こんな感じで、スタッドボルト部をえぐり、溶接でぬくもり補修されていた部分、なのですが、ほとんど点付け、に近い接着になっていたため、キック一発で終了、という感じになっていました。動画中、なんとかなるんじゃねとしていましたが、結果、なんとかなりました。ご覧の通り、復活しています。こんな感じになっています。もちろん、先の欠損したヘッドと同じ個体です。色味こそ違いますが、形状はもうほとんど、オリジナルと見分けがつかないレベル、の補修で復活しました。方法は、欠損前と同じく、ヘッドを一旦削り飛ばし、溶接でぬくもり後、成形、という感じです。手作業でこの仕上がり、すごい、の一言です。私にこんな芸当はできないので、依頼してやってもらったものなのですが、いやー、すごい。その筋では、超有名なネリさんのショップ、カブ&ピース、に依頼して修理してもらってます。ちなみにこの映ってる株、長距離、国試仕様ながら、平地140キロを超えます。乗らせてもらったこともありますが、爆速。めちゃっぱやで当時乗ってたクラブマンより加速が速かったです。そんな匠の力を借りて、復活を遂げています。株系エンジンに関しては、なんとかなる、のです。色味に関しても、使ってるうちに馴染んでくるので、まず見分けがつかない外観になってます。素晴らしい。一応、セカンドプランも用意してありました。準、インターナショナル製、ビッグバルブヘッドです。完成後のオプションとして、チューニング動画作ろうかと構想していたので、本来はそのためのもの。きっちりやれば、80cc でも相当の性能が出せる代物です。このベンリーの最終仕様はこれを組みます。目指せ、現代版 SS50 ってところですかね。あとは、燃料を供給すれば、エンジン始動の条件が揃いますが、その前に外装類を進めます。とりあえず、ネットホルダー。別に、使わないのでいらないのですが、実はアルミ製で磨けば光る、のでつけておきます。ネットホルダーを止めるボルトは、一定以上のトルクをかけると、破損していじり防止になる、特殊ボルトです。今回は、まだ外すかもしれないのでねじ切らず、仮止めで装着しておきます。使わないけど光り物、はついてる方がいいかな。あと、動画外でやりましたが、マフラーを止めているスペーサー、を変更しました。以前のものより、10ミリくらい短いものになっています。マフラーエンドが、横に張り出すのを抑制するために変えたのですが、多分、伝わらないですよね。これ。
次はこれです。ゴムのついているプレート状の部品。サイドカバーを止めるための部品で、フレームを公開した時から、ずっと装着していましたが、本来、50S には存在しない部品で、50の純正をあえて取り付けています。レイダウンプレートや、バッテリー周りの部品と、結構取り付け相性の悪い部品なのですが、それでも付ける、程度に重要なサイドカバーを合わせます。それがこちら。デイトナ製の FRP サイドカバーです。色は塗装で車体色と合わせてあります。丸みを帯びた、癖のある、独特の形をしています。ちなみに、私的には車両イメージのヒント、ネタバレ的な意図で公開している部品だったりします。完成した時に思い返していただくと、ああ、確かに、と思っていただけるのではないかと、生意気を言っておきます。で、その部品なんですが、毎度のことで素直にはついてくれません。元が、どういうものなのか知らないので、この部分をどう接続するかがわかりません。YouTube や SNS が台頭するようになってから、欲しい情報が全く拾えなくなっている気がするのですが、気のせいですかね？検索しても、薄いまとめサイトしかヒットしないので、結局自分で考えた方が早い、になりました。と言っても、いつも通り 3D プリンター頼りなだけですが、今回は、こんな感じの部品を印刷してみました。そして、印刷したものにこの真鍮の部品を打ち込みます。これは、インサートナット。と呼ばれる部品で、プラスチックを成形する際に、金型に仕込んで使うタイプのナットです。これを使うことで、直接タップを切るよりはるかに信頼のおける部品、として機能させることができます。前回公開したキーシリンダーカバーにも同様の加工を施してあります。では、打ち込んでいきます。ボルトを刺しているのは、熱をかけながら打ち込むので、まっすぐを出すガイド代わりと、ナットに溶けた樹脂が入り込まないようにするためです。あとは、手持ちで一番出力の高いハンダゴテを使い、熱を加えながら打ち込みます。OK です。これで、ある程度力をかけても、繰り返し使えるネジ穴を作ることができました。今回はこれをナット代わりにして、サイドカバーを固定するので、4つほど製作しておきました。製作した部品を組み合わせて、サイドカバーを取り付けます。取り付け時にズボラができるように、グロネットにちょうどはまる形状、寸法で製作してあります。役割としては、ブラインドナット的なものなので、直接ナッターを打ち込んでもよかったのですが、純正で、ここにゴムが挟んである意味を考えると、活かして取り付けた方が良いかな、と考えた次第です。OK です。逆サイドも同様に取り付けます。OK です。サイドカバーの取り付けが完了しました。真横からこんな感じ。今の状態だと、どこかバランスが悪い感じになってますが、シート、タンクを取り付けることで、最終的に帳尻が合うように構想しています。
取り付けるは、このサイドカバーのイメージ2層、タンク、シートです。そして、イタリア風味のカフェスタイル。ネタバレは以上。お次は駆動系を準備していきます。エンジンをかける際に、押し掛けも想定されるゆえ。ドライブスプロケットは、とりあえず純正の14強を入れておくことにしました。リアには、36強が入っていたので、純正のままでもそれなりにハイギアになっていると思われます。あと、今までこんな小さなスプロケを買うことがなかったので、知らなかったのですが、14強以下と15強以上では、スプロケを固定するプレートの穴ピッチが違うようです。大きさを考えれば、当たり前といえば当たり前。ですが、知らないし、手持ちのプレートと合わないし、で、結構焦りました。続いて、だいぶ前のパートでも未解決の問題、として挙げていた部分をやります。チェーンスライダー、純正部品買えない問題、です。あれから、ずっと探していたのですが、結局手に入らずで参っていました。どうしようもないので、自分で作りましたがな。で、装着しましたがな。オリジナルは、アセタールではないかと思うのですが、自作品はペット G 樹脂。オリジナルに比べ、修道性で劣るので、おそらく持ちはそんなに良くない、と思われます。なので削れることを前提に、充填率 100% で印刷した部品を採用しています。これは余談なのですが、3D プリント界隈には、作成したデータを共有することができるサイトがいくつもあります。車やバイクの部品データも、例外なくそういったサイトにあったりするのですが、そういったサイトに向けて、ホンダが、ホンダ、と名前の付いているモデルを全て削除しろ。と、弁護士を通じて警告しているそうです。いろいろ事情があるのでしょうが、だったら部品売ってくれよ、と。チェーンは、エヌマチェーンの、強化ノンシールタイプ、を採用します。車体色が赤なので合うかなということで、ゴールドカラーのものを選んでみました。これは普通につけるだけです。逆リンクそのままでは長すぎるのでカットします。チェーンの取り付け完了です。継ぎ目が2つあることに突っ込んではいけません。そいつは、やぼってもんです。エンジン始動まであと少し。オイルを注入します。私は師匠の教えで、所有している全車にヤマルーブプレミアムを使用しています。名前がエフェロだった頃から愛用していますが、コスパに優れるオイルかなと思います。あと、地味なことなんですが、アストロのオイルジョッキと、ロングファンネルの組み合わせが非常におすすめです。理由として、この注入スピード、速い。蛇腹がないので後始末の洗浄が楽、速い。おすすめです。さて最後、ガソリンタンクです。完成直前まで、タンクとシートは公開しない、と決めているので、仮のものを載せておきます。雰囲気を決めてしまう部品なので、その方が動画的に面白いかなと。仮タンクは、至って普通の純正タンク。元は黒でしたが、フォークを塗った時に余った塗料で、ロスに塗っておいたものです。まあまあ汚いです。ホースをつないで、コックをオンにしたら完成。さあ、これでエンジン始動に必要な条件が全て揃いました。エンジン、かけてみる？
さあ、エンジンかかるかな？難なくかかったー。これは嬉しい。適当に入れたジェットルーで普通にアイドリングするし、ふかしてみても、案外普通に反応してる。これも視野一発成功？ジョブセッティング必要なし？ちょっと驚いたのがこの音。ベースエンジンがブタブタで、内上とクラッチ交換した程度ではあかんかもなぁ。とかも考えてたんですが、期待を裏切るシルキーノイズ。これは嬉しいボタン。滑らかなエンジン音が心地よいです。マフラーも太く、歯切れの良いシングルらしい音が出てますね。おお、もう普通に乗れるなぁ。今回の作業はここまでです。ついにエンジン始動までこぎつけました。この手のバイクいじりでは、やっぱりエンジンがかかった瞬間が一番嬉しいです。ベースエンジンの状態が悪かったので、最悪クランク交換も考えてはいたのですが、思いのほか、いい音のするエンジンに仕上がったのでホッとしています。交換した部品も、純正で間違いがないものなので、安心して使えそうな雰囲気です。あとは、タンクとシート、ミラーやナンバー等の細々した部品を搭載すれば完成です。どれも、今では見かけない珍しいものを用意しているので楽しんでもらえるかな、と思います。そういえば、いつの間にか登録者数が300人を超えていました。ありがとうございます。私的に、古事記っぽくて嫌だ、とか、あくまで遊びだし、とか、恥ずかしいし、とかの理由で、高評価をしてくださいとか、チャンネル登録お願いします、とか、言わない方針にしています。ただ、遊びのついでに収益が得られて、もっと面白いものが作れたら、とも思うので、あわよくば、程度に狙ってたりしますし嬉しいです。それに、単純に動画を見て楽しんでもらえる人がそれなりにいる、というのが嬉しいところですね。今後もこんな感じで進めていくかな、と思いますのでよろしくお願いします。そんな感じです。赤く、細く、色気あるカフェレーサーを。それでは、